今回はマクラーレンの MP49、プジョーエンジンについてお話ししたいと思います。1994年の車ですけども、プジョーがワークスとしてマクラーレンへエンジン供給しました。ですけども、思ったような成績は上げられなくて、ワークス契約は1年で打ち切られてしまいました。特にシーズンの前半から中盤にかけて、エンジンブローを激しく起こしました。なんでそんなにエンジンが壊れたのか。プジョーは何を思ってエンジンを設計してたのか。その辺を見ていきたいと思います。壊れ続けた印象の強いプジョー V10。一体どんな設計思想だったのか。この写真みたいにエンジンが火を吹いたり、煙を吐いたり、そんなイメージが非常に強いプジョー V10 ですよね。壊れる印象の強いエンジンなんですが、最初にプジョー V10 のいいところを見ていきたいと思います。まず、軽くて小さいエンジン。ルノーの134キロに対して133キロ。寸法もルノー比でわずかに小さい。これ若干ですけど、ルノーより軽くて、寸法もほんのちょっとですけど、ルノーより全部ちっちゃいんですよ。フランスの自動車メーカー同士なんで、意地でもルノーより小さくした。意地でも軽くしたって感じがしますね。それもちょっと無理があったんじゃないのかなとも思うんですけど。で、次に、優れたトルク配分。これドライバーのブランドルが言ってるんですけど、聞いて驚かないでくれよ。このエンジンは3500回転あたりからそこそこ使えるパワーを発生させているんだ。F1 のエンジンって考えたら3500から使えるってすごいですよね。だいたい F1 なんてタコメーター何千回転からですからね。8000とか9000からしか表示してないですよね。だけど3500から使えると。ここは素晴らしいですね。確かにリタイアばっかしてましたけど、低速コースのパシフィックグランプリも予選は早かったし、モナコもハッキネンは予選が良くて、で、決勝もブランドルが2位に入りましたよね。なので、低回転に非常に強くて、低速コースでその性能を発揮してたっていうのは、このエンジンの素晴らしいところですね。この時のプジョーエンジンの代表は、ジャンピエール・ジャブイユさんですね。もともと F1 ドライバーですね、この人。で、こう言ってます。エンジニアには、パワーレンジの広いドライバビリティに優れたエンジンを作ることが、何よりも優先すべき課題だと常々言ってるんだ。これはトップエンドパワーの数値よりはるかに重要な指標だと思っている。意外と言ったら怒られちゃいますけど、すげえまともなこと言ってますね。特にこの年94年はベネトンの B194 の時にもお話しましたけど、実はトルク特性が非常に重要だっていう時なので、プジョーはちゃんとそれに気づいて、それを目指してエンジンの設計をしてたんですね。壊れてばっかなので、てっきり私は最高出力ばっかりを目指してんだと思ってました。で、もともとドライバーだけあってね、このようにも言ってます。レーシングドライバーとしての経験から言わせてもらえば、よりも一番ありがたかったのはトルクの太さだった。トラクションコントロールが禁止され、ダウンフォース制限の方向に流れてる今、パワーをいかにして路面に伝えるか。これもすげえまともなこと言ってますね。本当にこれもその通りで、トラクションコントロール、ハイテクがなくなっちゃって、しかも、この94年はセナの事故のせいもあって、ダウンフォースをさらに削られるレギュレーションになっていってますから、どんだけ扱いやすいエンジン特性か、そのエンジンパワーをどうやって加速につなげるかっていうのが重要ですから、ちゃんと理解してるんですね。ここまで聞いてる限り、プジョーエンジンの方向性っていうのは、とってもいいように思うんですけど、で、エンジン本体の話に入っていきます。いきなりね、謎なのが、プジョーは2種類のエンジンをね、作ってました。A4 と呼ばれている5バルブのエンジン。これは14000回転まで回って、700馬力を超えてると。だけど燃費が非常に悪いと。で、エンジンライフは600キロを超えるぐらいあると。もう一個は A6 というエンジンで、こっちは4バルブ。で、燃費が良くて、内部摩擦も小さい。内部摩擦ってなんだよって感じだけど、ちょっと後で話しますね。で、トルク特性も良好。エンジンライフは300キロプラスアルファしかないと。なんで2つのエンジンを作ってたのかっていう説明がないので理由がわかんないんですけど、単純に考えて2種類も作ったら力が分散されてうまくいかないですよね。まずここがプジョーが最初につまずいた理由の一つかなと思います。で、パワーのある A4 のエンジンを使うのかと思いきや、結局ね、燃費が悪すぎて
A6 で開発を進めることにしたらしいです。だけど A6 エンジンも燃費も良くてトルク特性もいいのに、エンジンライフは妙に短いと。こっちも問題があるんだけど、A6 の開発を進めることにしたようです。で、たびたび壊れるエンジンに関してドライバーがどういう風に感じてたかっていうと、ハッキネンはこう言ってます。実際にエンジンがブローアップする何周も前から前兆を感じることができるんだよ。最初はごくわずかなパワーロスなんだ。それがだんだんひどくなってきて、エンジンが喘ぎながら回っていることが感じられる。水温115度、油温140度を超えたら、そう長いことドライブする必要もないと、はっきりわかるんだ。さっき内部摩擦って言葉がありましたけど、プジョーエンジンが抱えている大きな問題みたいですね。走っていくうちにだんだんエンジンの、内部摩擦、フリクションって言えばいいんですかね。フリクションがどんどん大きくなってきて、エンジンが回んなくなっちゃうと。で、水温115度、油温140度を超えると、もうエンジンが持たないと。この理由として設計が悪いから冷却水が冷えないとかそんなことも言われてますけど、でもとにかく根本的に何かがおかしいってことはわかりますよね。で、プジョー V10 のもう一つの問題点はフライホイールの破壊で、これまでにも予選決勝を通じて数回発生している。これはおそらくクランクシャフトのねじり振動が大きすぎるためと考えられる。クランクシャフトの合成も不足。これフライホイールの破壊って書いてあるんですけど、フライホイールそのものなのか、そこにくっついてるね、クラッチ関係の部品なのか、よくわかんないんですけど、そのエンジンの振動によって壊れると。そもそも V10 っていうのは振動が強いですから、それを高回転に回すことによって起きる現象なんでしょうけど、何しろこれもエンジンが壊れる大きな理由の一つということですね。これらの2大トラブルに加えて、ニューマチックバルブからレース走行中にエアが漏れるトラブルもある。ヤマハ V10 ではジャンジャットの判断で漏れるエアはエンジン内蔵のポンプで補給し対策している。ニューマチックバルブからエアが漏れるってことなんですけど、純粋なワークスエンジンって考えるとエアが漏れちゃうのはちょっとレベルが低いと思いますね。で、下に書いてあるヤマハ V10 は、この時のヤマハは、ジャットさんと組んでてエンジン作ってるんで、ある程度コストを抑えながら作ってたわけですけど、エアが漏れても補給すればいいよっていうジャットさんの柔軟な判断でポンプがついて、それで補給するので問題なかったみたいですけど、おそらくこの時のプジョーは、純粋に漏れないようにするっていう技術もないし、じゃあとりあえずそれをかわすためにどうしようっていう技術というか知恵もなかったんでしょうね。こういう問題も抱えていたと。そんな問題を抱えながらも、フランスグランプリで先ほど説明した A6 型エンジンの改良型、エボリューション2を投入します。これはね、プジョーの技術者が言ってます。改良前のエンジンよりも、まず最高回転数が500回転も引き上げられてるし、パワーも5、6% は向上している。この5、6% っていうのは約40馬力やピストン、バルブシステム、クランクシャフトに改良を加えたエンジンはブロー。大改良を施したエンジンを、地元のフランスで投入したわけですけど、この写真の通り、わざわざライバルのルノーの看板の前で派手にエンジンブローして止まってしまいました。なので、本当にシーズン前半はエンジンを改良してもなかなかうまくいかなかったんですね。で、次にですね、このイギリスグランプリ、これ皆さんとってもよく覚えてると思うんですけど、ブランドルが後ろから火を吹いてる、このトラブルなんですけど、イギリス GP にて、ブランドル社がスタートから100メートルでリタイアした原因は、クランクケース内部が異常圧力となり、噴出したオイルがエキゾーストパイプにかかり発火したというのが理由だったそうです。そもそもクランクケースっていうのは、この時はもう圧力を抜いてエンジンの内部抵抗を減らすわけですけども、逆に何が壊れたのかわかりませんけど、圧力が異常に高まって、オイルが外に吹き出しちゃったんでしょうね。で、それが排気にかかって燃えちゃったと。本当に壊れてばかりのプジョーエンジンだったんですが、責任はマクラーレンにも。マクラーレンは開幕1ヶ月前までドライブバイワイヤーの使用を主張していたが、機械式スロットルに戻した。シーズン序盤、エンジン開発に影響を及ぼした面もある。後半はエンジンの信頼性も向上した。エンジンのトラブルばっかり紹介してると、プジョーだけに責任があるように聞こえちゃいますけど、マクラーレンがドライブバイワイヤーを開幕1ヶ月前に機械式スロットルに戻したというドタバタのせいで、シーズン序盤にエンジンの開発が滞ったっていうのもあるらしいんですね。
なんで、マクラーレンチームもちょっと足を引っ張ったという面もあります。だけど結局、シーズン後半は、プジョーエンジン、だいぶ信頼性も向上したんで、シーズン最後はいいエンジンになってたと思うんですけどね。まあでも、なんでここまでプジョーが苦戦したかってことなんですけど、ちょっと思い出していただきたいのが、プジョーはグループ C からやってきましたよね。グループ C から F1 へ。プジョーは自社でマクラーレンへエンジン供給。メルセデスはイルモアと手を組みザウバーへエンジン供給。グループ C というカテゴリーが消滅して、この2大メーカーはほぼ同時に F1 にやってきました。で、プジョーは自分たちでエンジンを作ってマクラーレンに供給しましたが、メルセデスはイルモアと手を組みました。イルモアにエンジン作らせたと言ってもいいですね。天下のメルセデスが他社にエンジンを作らせる理由。すでに F1 に参入しているエンジンビルダーと組むのは非常にリスクが少なく効率的。最新のエンジン技術を知っている。この当時私はまだ子供で、なんでメルセデスは自分でエンジン作んないんだろうって非常に不思議に思ってたんですけど、それはやっぱね、非常に難しいんですね。いくら天下のメルセデスでも、最新の F1 の現場は知らないわけです。なんで、すでに F1 に参入しているエンジンビルダー、イルモアと組むっていうのは、とっても効率的でリスクがないわけです。なので、逆に、メルセデスってレースのこと本当によくわかってんだなって今は思います。まあ、総合して考えると、こういうことだと思うんですよね。F1 のエンジン技術を C カーに合わせることは可能。C カーの技術レベルで F1 エンジンは作れない。フォード HB は XJR14 に搭載されて、チャンピオン獲得。これはちょっと前の91年の話になっちゃいますけど、C カーで、ジャガーチームはフォード HB エンジンを使ってチャンピオンを取りました。まあ F1 のフォード HB エンジンを持ってきてデチューンというかね、仕様を合わせて使ったんでしょうね。でも抜群に速かったと。で、逆に考えて、プジョーが F1 にやってきて最初なかなか通用しなかったっていうのは、やっぱり C カーの技術レベルでは F1 エンジンはいきなり作ることはできなかったってことですね。このグループ C 最後の91年とか92年後の車は C カーが F1 並みに速いなんて言われてましたけど、それはあくまでいい条件の中で一周走った時の話であって、F1 みたいに300キロという距離をスプリントレースで走り切るという技術レベルと、いくら速いとはいえ耐久レースの C カーでは最新のエンジン技術にすごい差があるってことですね。これがプジョーエンジンが最初に苦労したっていうことと、メルセデスの V10 はイルモアと組んで無難にこなせたっていうところから考えると、それがよくわかると思います。まあこんな感じで、プジョーの F1 エンジンっていうのはそういうことが理由で、最初からいきなり F1 で速さを見せることはできなかったってことだと思います。たださっきも言ったように、シーズン後半はエンジンの信頼性もだいぶ良くなりましたから、短い間にすごい挽回したとは思いますけどね。ただ、マクラーレンと組んでしまったことによって、全然期待に応えられなかったということだったと思います。